マツダのコスモスポーツとロータリーエンジンを 3D プリンターで作りました。3D データの作成にはブレンダーを使いました。下絵となる図面は長谷川のプラモデルの組み立て説明図を使いました。このキットは値段は高いですがメタルパーツのエンジンもついているすごいキットです。まず車の寸法を入力した長方形を用意します。これに下絵のサイズを合わせます。あとは下絵に合わせて面を貼っていきます。最初にルーフを作りました。面はできるだけシンプルになるように心がけました。大体の形ができたらサブディビジョンサーフィスを適用します。タイヤとかミラーは過去のパーツを流用しました。ロータリーエンジンも雰囲気だけ再現しました。長谷川のプラモデルにはメタルパーツのエンジンがついていますので、寸法を測って大きさの参考にしました。ちなみに、このボンネットの厚さでは、64分の1でプリントすると薄すぎてふにゃふにゃになってしまいました。スキルがアップしたらシートとかの内装も再現したり、ドアを開けてみたりもしてみたいです。スライサーソフトの設定値はほぼデフォルト値です。3D プリンターはエニーキュービックのフォトンものです。レジンはワンハオの水洗いレジンです。取り外しのケースにも慣れました。時々サポートから脱落して造形不良が発生したので、サポートを多めに追加しました。今回はサポートを除去してから二次硬化してみました。フェンダーミラーとか破損しやすい部分は慎重にニッパーで処理しました。簡単にサポートが取れますが、逆に言えばプリント中に造形物がサポートから脱落しやすいということでもあります。裏面はカラー LCD のフォトンよりずっと綺麗です。レイヤハイトは 0.03mm ですが積層痕が結構見えます。細部までは再現してないロータリーエンジンですが、24分の1と64分の1でプリントしてみました。サポート不足で細かいパーツがいくつか脱落しています。プライマーは密着ロン、サーフェーサーはタミヤのグレーサフと白サフを使いました。ボディカラーはタミヤのレーシングホワイトにしました。もう一台のボディカラーは赤です。タイヤとホイールもマスキングして塗り分けました。ナンバープレートは配給パーツのデカール用紙を使いました。筆塗りは手が震えます。
は瞬間接着剤で固定してしまいました。最後にボンネットを 3D プリンターのレジンで固定しました。以前の動画でも言いましたが、ダイソーなどのクラフトレジンは硬化する波長が違うらしく、LED ライトではなかなか硬化しません。光造形プリンターのレジンを使えば、LED ライトで簡単に接着できました。完成です。3D データの URL は説明欄をご覧ください。今後フリーでダウンロードできるミニカーや昆虫の 3D データのラインナップを増やしていく予定です。光造形 3D プリンターはかなり安くなりました。場合によってはフィラメントタイプよりも設定が簡単ですので、興味がありましたらぜひご自身でプリントしてみてください。ご視聴ありがとうございました。